小泉くん、最終的に呼び入れた客の数は？合計8人でした。そう。で、ユキ、あの朗読の後、何冊売れたの？1冊。それじゃあ、これから30分に1回の頻度で朗読やっても、明日の文化祭終了までに20冊売れるか売れないかってとこね。20冊売れたら大成功だと思うんだがな。志が低い。それによく考えてみなさい。30分に1回の朗読なんて、現実的に見てユキには無理だわ。根本的な改善が必要なのよ。もっと効果的に同人誌を売る方法を考えなきゃ。大勢の客を楽に呼び寄せる方法はないかしら。では、まず手近なところで、このブースの展示をもっと充実させることを考えてはいかがでしょう。考え方としちゃ悪くないわね。じゃあキョン、あんた何か文芸部っぽい展示のアイディア出しなさい。さっき志の低いこと言った罰よ。あ？文芸部っぽい展示のアイデアね。人気作家アンケートはどうだ？見ろ、これだ。うわあ、分厚いわね。それどういうものなの？うちのクラスの委員長が高校生200人以上からアンケートを取ったんだが、お蔵入りになった。使いたければ使ってもいいと言われている。あいつは長門とも知らない仲じゃないから、言えばきっと OK してくれるだろう。ああ、ただ関心はあるけど、読んだことのない作家って項目だけは使用不可だかな。他に現代作家に関する項目なんかがたくさんあるから問題ない。悪くはないわね。でもちょっと普通すぎないかしら。しかし、そういうアンケートが展示してあれば、一見して文芸部らしく見えるでしょうから、雰囲気作りという意味では有効かもしれません。まあ、それもそうね。どうユキ？いいと思う。じゃあキョン、とりあえずそれ採用。でもそれだけじゃまだ十分とは言えないわね。何かもう一つぐらい注目を集めるアイデアが欲しいものだわ。キョン、今度は展示に限らず何でもいいからアイデア出しなさい。って、また俺かよ。一回アイデア出したくらいじゃ志の低さは挽回できないのよ。これを見ろ。何この本。誰でもできる決定版占いの基礎？長門、お前はこれと同じものを持ってるんじゃないか。持っている。これを読んでここで占いをやるってのはどうだ？もちろん無料でな。そうだ、もしかするとそれにふさわしい衣装も持ってるんじゃないか。魔法使いのマントと帽子だ。それもある。なるほど。つまり長門さんが占い師をやるということでしょうか。へえ、それは思いつかなかったわ。悪くないアイデアじゃない。でも文芸部と内容的に関係がない。まあ、それはそうなんだが。僕は賛成ですよ。長門さんのご懸念ももっともですが、長門さんご自身が占いと文芸部を関係づける鍵となり得るのではありませんか？私？ええ。占いが受ければ、その占い師、すなわち長門さんへの注目が集まります。長門さんが作った同人誌を読んでみたいと思う人も出てくるでしょう。もしそこまでうまくいかなくても、もとより占いは女性に人気のある出し物ですよ。それを無料で行えば、とにかく人を集めることはできると思いますが。そうよユキ、いいじゃない。やりなさいよ。わかった。じゃあ明日までにその占い本の中身覚えられる？やってみる。それでこそユキね。じゃあ今日はこれにて解散とするわ。明日の朝9時にまたここに全員集合。遅れた人にはペナルティーよ。いいわね。